登り窯の窯焚きの様子を2回に分けてご紹介します。今回は窯焚きの準備から胴肝の火入れまでをご紹介します。釉薬をかけた器を運びます。これから火を焚き、薪をくべながら32時間かけて焼成します。この窯には器を格納する焼成室が2箇所あります。それらを1の間、2の間と呼び、1の間、2の間合わせて500個ほどの作品を焼くことができます。釉薬をかけた器を窯に詰めていきます。一つずつ作品を運び、並べる作業を繰り返します。スペースが狭いため腰に耐える作業です。1の間の窯詰めが終わりました。窯の入り口にレンガを積み、熱が逃げないように締める作業です。レンガが熱せられて傷んだり変形するので、毎回積み方が変わります。薄いレンガで継ぎ目を埋めています。薪の投入口を開けておきます。2の間の窯詰めが終わったところです。2の間も1の間と同様にレンガを積みます。1の間と同じく薪の投入口を作りながらレンガを積みます。1の間と2の間が締め終わりましたら、火を焚く前にお供えをします。登り窯の窯焚きは神事なので、榊、水、米、塩、おみきをお供えし、窯焚きの安全を祈願します。おみきは窯焚きの前に私もいただき、体を清めます。お供え物を窯の所定の場所に置いています。左の人形は前の窯の持ち主の作品で、いい作品ができるように置いています。窯の入り口を胴肝と呼びます。人間の胴ほどの木をくべることが胴肝の名前の由来とされています。胴肝から火を焚いて窯焚きが始まります。火入れのため松の木を組んでいます。燃えやすいヒノキの小枝と葉っぱ、新聞紙を加え火をつけます。組んでいる松の木に火が移ると、だんだんと火が大きくなります。胴肝の役割は、この窯の全体の下から温めることです。胴肝には作品は入れていません。胴肝の手前から火をつけているのは、急な温度上昇を避けるためです。だんだんと薪を大きくしていきます。窯の温度を1時間かけて80度から90度くらいまで温度を上げます。ゆっくりと温度を上げるため、少しずつ薪をくべていきます。庭で伐採した枝などを投入しています。胴肝は窯を温めるための部屋なので、薪の種類は何でもいいです。レンガの目地を埋めるために粘土を作っています。こ
こで使う土は赤土のように粘りがない土の方が目地に詰まりやすいです。レンガを水で濡らしておくことでレンガに土が張り付きやすくします。胴木間を温める間に一の間の入り口を赤土でレンガの目地を埋めてしまいます。一の間と同様に二の間の扉の目地を埋めます。レンガの目地を埋め終わりました。胴木間は約16時間かけて炊き続けます。ゆっくりと時間をかけて温度を上げていくので、この時間に休憩を取ります。ここから火を強くし、窯内の温度を1時間で30度上昇させていきます。庭の木の枝を伐採し、乾燥させたものを少しずつ加えます。運んできては薪に投入を繰り返す作業です。使わなくなった古材なども薪として使います。まだ白く弱い煙が立ち上っています。薪を少しずつ奥にくべていきます。薪の大きさを徐々に上げていきます。炎に照らされ窯の中が明るくなってきました。辺りも暗くなってきて雨が降り始めました。一の間の温度は500度ぐらいになりました。炊き始めて8時間経ちました。大きな丸太を入れています。薪が大きいと火の持ちが良く温度が下がりにくくなります。胴木間を温めることで熱い空気が上に上ります。入り口から窯の中に向かって空気が吸い込まれている様子がわかります。窯の中で火と空気がしっかり混ざり、いわゆる酸化焼成の状態になっています。一輪車で重い薪を運んできては燃やす作業を繰り返します。薪を炊き始めて13時間経過しました。一の間の温度は700度から800度にまで上がっています。窯の中に空気が吸い込まれていくのがわかります。佳境に入り、ここからさらに薪の量を増やします。薪を炭の状態にしたものをたくさん作り、窯の温度が下がらないようにしています。これを置きと呼んでいます。薪が大きくなってきたので投入口にスペースを作っています。火が近いのでとても熱く感じます。胴木間を閉じる前に多めの薪を補充します。この時一の間は900度前後に上がりました。
胴際にしっかりと巻きを補充したら、レンガを5段ほど組み、少しだけ空気口を作ります。これで胴際の火入れはおしまいです。次回は一の間の火入れから窯出しまでをお届けします。ご視聴ありがとうございました。